こんにちは。こんにちは。冒頭美しいニュージーランドの自然の写真を見ていただいたんですけれども、こういう美しい自然を守っていくためにも、日常の生活の中で使うプラスチックを減らしていきたいというお話を今日はしたいと思います。ちなみにちょっと分かりにくかったかもしれないんですけれども、写真の中で山の上に小さいタービンがいっぱい回ってる写真があったと思うんですが、あれは原子力発電をやっていないニュージーランドの風力発電の光景です。ちょっとご説明を。今日はプラスチックを減らす美しい工夫っていうタイトルだよね。家の中見回してすぐプラスチックのものっていうものがあるような感じではないんだけれども、割と少ないってことね、もともと。だと思う。好きではないのでね。ただ戸棚の中とか、それから引き出しの中って整理整頓に使うようなプラスチックの箱だったりとかっていうのを山のように使ってたのね、今まで。そういうようなものだったりとか、それからあと意識しない身近にあるプラスチックって結構あるのね。消耗品とか。そうね、消耗品もそうし、それから買い物行ってきてほうれん草とか大根とかいちいち袋にみんな入ってるじゃない。ああいうものだったりとか、それから洗剤が入ってるようなものとか、それから生まれた時から歯ブラシとかね、プラスチックだったね。そうね。ああいうようなものを改めて、これもプラスチックなんだ、これもそうなんだっていうふうに気づけるようになったのが、最近の私の成果かなと思うんだけど。私ももともと家の中にプラスチックはあんまりそんなにないと思ってるんだけれども、ただやっぱりどうしても使わざるを今のところ得ないプラスチックっていうのが、例えばゴム手袋だったりとか、私ちょっと肌がすぐブツブツになっちゃうのでゴム手袋必要だし、それからジップロックとか、どうしてもジップロックも何度も洗って使うようにして減らしてはいるけれども、今のところ使わざるを得ないプラスチックっていうのはあるんだよね。でそれはちょっともうこれ現段階では仕方がないので、減らせるもの、それ以外の減らせるものをなるべく減らしていこうというふうに思ってます。でプラスチックって本当にはるちゃんと話してて、はるちゃんもいつも言ってるけれども、すごく便利じゃない？軽いし、タッパーとかを考えるとね、軽いし、洗えるし、密封できるし、安いし、だからすごく便利なんだけれども、美しくはないんだよね。そうだね。だからやっぱりなるべく減らしていけば、結果としてもちろん環境にすごくいいことだし、家の中も美しくなるというふうに思ってます。で、もう一つ大事だというふうに思うのは、もうすでにあるプラスチックをどうするかっていう話ね。で、美しくないからやっぱり手放したいと本当は思うんだけれども、ただやっぱり手放したらゴミになって埋め立て地に行くだけじゃない。だからあるものはもう本当に最後まで責任を持って壊れるまで使うしかないなっていうふうに思っていて、でそういうふうに思うと、新しいプラスチックの製品を買うときにこれ最後まで使う覚悟があるかどうかっていうことを考えて買うようになるよね。でそういうふうに考えなきゃいけないかなっていうのと、あと他にプラスチック何か買おうと思ったときに、これプラスチック以外の選択肢はないんだろうかっていうふうになるべく考えようと思ってる。それ大事だよね。やっぱり汎用化していけないってことだよね。そうそう、結構人たち息が長いから、買ったらもうね長いからこれ買おうと思うけど、紙だったらどうなのかなとか、木だったらどうなのかなっていうのを考える癖をつけるっていうのがね。そう忘れちゃうことがあるのよね。だから本当にこれを癖づけないとっていうふうに思う。じゃあ、ここで、家の中のプラスチックを減らしていった私たちの事例を写真でご覧いただいて、で、減らしていくとやっぱりちょっと綺麗になるんだなっていうところをご覧いただけたらと思います。
でしょうか。ちょっと補足なんだけれどもね、風呂敷良かったでしょ。すごいいい。かわいい。まああれはねポリエステルではあるんだけれども、お水が運べるぐらいの防水加工がしてある。でね、今ここにあるんだけど、いろんな結び方ができるから、なんかその用途によってっていうのもいいし、それから私が気に入ってるのはやっぱり縫い目がないから洗いやすい。これね、京都の風呂敷屋さん、老舗の風呂敷屋さんで、むすびさんっていうところのものなんですけれども、ここのサイトでもいっぱい風呂敷のその、包み方、使い方あるんだけれども、私もその中で気に入ってるものがいくつかあるので、ちょっとそういう詳細をリンクに貼っておこうかなと思ってます。いいですね。そのポリエステルであっても、洗って何度も使えるっていうのがいいよね。もう一つ歯ブラシも良かったでしょ、あれ。ビオセブンっていうところ、これはね、なんかパリ発のオーガニックストアっていう都内でいくつかあるお店なんだけれども、お値段的にはね、1本500円から600円ぐらいしたのね。ちょっとお値段するわけね。歯ブラシこんな値段ってちょっと思ったんだけれども、やっぱり使い心地もすごく良かった。見た目もいいしね。で、ここのお店もなんかもうちょっとこれからよく見てみようと思ってるところなんだけれども、オーガニックコットン 100% のマルシェバッグとか、なんかね、デザインも可愛いんだよね。それも大事ね。モチベーションを上げるためにね。とっても大事。だから、ちょっとおすすめかなと思って、リンクにちょっと貼っておこうかなと思っています。さっきふみちゃんが言ったように、一度買ったプラスチックをちゃんと壊れるまで使わなきゃいけないのがあったじゃない。私も見た目の嫌いな捨てたくてしょうがない、プラスチックのタッパーとかが結構あるのよね。あるよね。で整理はしたんだけども、ちょっと欠けちゃったりとかしたのは捨てちゃったけど、まだ全然使えるようなものを、困ったなと思っていて、といっても買った責任上、最後に使うべきだっていうふうにちゃんが言ったからそうだなと思って、これからね、なんか別の用途っていうか、あまりその普段目にしないところで活躍してもらおうと思って、どうやって使おうかなっていうのを考えてるんだけれども、今回その、プラスチックのタッパーを少し使うのを減らして、でその代わりにね、野田ホーローっていうのを買ったの。野田ホーローいいよね。ゆみちゃん持ってる？2つバットを持ってる。バットね、私野田ホーロー初めてなんですけど、好き。非常にいいね。ちょっと重いっていうのはあるけど、は鋼で、それにガラスコーティングしてあるのかな。なんかガラスコーティングかな。なんですごくその清潔感があるっていう洗いやすいよね。匂いとかつかないし。そうでね、なぜ買ったかっていうと、さっき消耗品はしょうがないねっていうような話もちょっとあったけど、確かにね、ジップロックの袋って、あれものすごく便利で、でミートソースとか角煮とかちょっとなんか油っぽいものを大量に作った時の冷凍ってさ、普通のタッパー使っちゃうともうジョゲットになっちゃうし、色とかあと匂いがね、あんま取れないよね。それが嫌で、もう必ずジップロック使ってたんだけどね。なんだけど、その使っちゃったジップロックももう洗えないの。そうすると使い捨てになっちゃうもんね。使い捨てだから、それをやめたくってホーローを買ってみたんだけど、非常にいいね。いいね。私もなんかいい買い物だったと思って。いいですね。私もなるべく今ガラスに移行しようと思ってるんだけど、ジップロックできるだけ減らして、ガラスもホーローもいいよね。すごく良かった。で手放すプラスチックについてはね、リサイクルできるものはね、リサイクルしてもいいんだろう
なってずっと思ってたけど、今回いろいろ調べたりとかして、で、いろんな取り組みがあるのね。そのペットボトルとかプラスチックトレイだけじゃなくって、私ワンデーアキビューっていうコンタクト1日の使い捨てのはいはい。コンタクトが入っているプラスチックのケース入ってるの、毎日2つずつ捨てるわけよ。なるほどね。結構な量になるよね。そう、あれね、すごく硬くできてて丈夫なプラスチックだからリサイクルできるんだって。それはで、なんか貯めといてどっか送れば、それをなんか有効活用してくださるところもあるらしいし、それからちょっといいなと思ったのは、使わなくなったメガネってなんとなくあるじゃない？そういうようなものもなんか必要としてくれてる、その途上国の人に送ったりとかすることをしてくれてる人がいる。そういうのすごくいいよね。そのまま使ってもらえるのが一番だもんね。そうなんかそのリサイクル活動っていうか、リサイクルするにも CO2 が発生するわけだし、エネルギー使うし、それからそもそも日本ってそのリサイクルしきれなくて海外にお願いしてリサイクルしてもらってるものも多いんだって。でそれをなんか知ってしまったら、やっぱりリサイクルももちろん大事なんだけど、やっぱり使わないことの方がもっと大事と思った。本当にそう思う。そこがやっぱりね、根本だもんね。本当にそう思う。ニュージーランドの方ではなんかいろんな取り組みがされてるんだよね。そうね、いろいろありますね。例えば、プラスチックのストローを見なくなりましたね。なんかこれから禁止されるっていう噂があるんだけど、使い捨てのプラスチックのストローね、まだ禁止されてるわけではないようなんだけど、カフェに行っても紙のストローが出てくるし、それからスーパーでもプラスチックの使い捨ては見なくなった。なんか、ステンレスの洗えるやつだったりとか、紙だったりとかね、それもすごくいいなと思うし、それから、スーパーでナッツの量り売りとかするときに自分で取って入れるのに、それが前はジップロック的なビニール袋しかなかったのね。でその度にこれちょっとやだなって思ってて、自分で持ってけばいいのかもしれないんだけど、それをできな思いつかなかったりするとね、もらっちゃうの嫌だなと思ってたんだけど、最近行ってみたら、まだ今過渡期なのかな、ビニール袋もあるんだけど紙の袋もそこに用意してあって、それはすごい嬉しかったりとか、あとそれから量り売りストアを発見したのね。でそうすると自分のところの容器を持ってって小麦粉とか、そういうものを入れて持って帰ってくると何のゴミも出ないっていうのもすごく良かったし、意外とね、その量り売りストアはね、たくさんあった。今まで知らなかっただけで、これからは活用しようと思ってるんだけど、あとそれからエコストアって日本にもあっても結構今出回ってるでしょ。あれもともとニュージーランドのブランドなんだけれども、私はるちゃんにエコストアはリフィルができるところがあったはずだって言われて、あ、そうなんだと思って、で日本はナチュラルローソンだったんだよね。言ってたよね。そうなんかね、多分ナチュラルローソンのお店の中でも2店舗だけとかそういう感じだけど、多分ね液体だったと思うな。液体の、石鹸洗剤とか柔軟剤とか、そういうのが、リフィルできるって。でそれをはるちゃんに聞いて、ニュージーランドのその環境に優しいブランドで日本でリフィルできるのにニュージーランドでできないわけないなと思って、よく調べたらやっぱりありました、リフィルステーション。で割と近くのスーパーとかにもあってすごい嬉しかったんだけど、そこでちょっと一回リフィル用のボトルをそこでもらわなきゃいけないんで、それ無料なんだけれども、でそれで詰めて買って帰って、でそのボトルを何度も持ってきてくださいねっていう形なのね。でさっきはるちゃんも言ってたけど、その洗剤のボトルとかも使い捨て結構気になるから、それもすごく嬉しい。いいね。そうですね。あとなんかお話ししようと思って忘れてたことあるかしら。簡易包装ね。結構ちゃんとしたデパートみたいなところに行って綺麗な食器とかを買っても紙で包んでプチプチとかじゃなくって、で
それをそのまんま、紙袋に入れてくれるっていう形だったりするのね。でそれも、ちょっと紙のゴミは出てしまうんだけれども、プラスチックよりいいなと、プチプチよりいいなと思って、で自分がね、何か食器を誰かに送りたい、壊れ物を誰かに送りたいっていう時にはちょっとそれだけじゃ不安だと思うんだけれども、少なくとも自分が買って持って帰るだけだったらそれで十分だなと思いました。結構、ね、あれでしょ、薄い紙を何重にもしてってそういうこと、そうであれば安心は安心よね、持って帰るぐらい。そうね、持って帰るぐらいだったら全然、そういう紙だって例えば持っていけばいいんだなってまたいうふうに思ったんだけど、そういう何かを持って買いに行くっていうのは、さっきの自分の容器を持って量り売りのお店に行くっていうこともそうなんだけれども、こっちは車社会だから簡単にそれができるんだけど、そうだね、その東京みたいに結構ね、公共交通機関で移動する場合が多いと、ちょっとガラスの容器とか重いのを最初から持っていくっていうのはなかなか大変だろうなとは思います、現実問題としては。近くのねお店で、そういうのを探すことができたらすごくいいと思うけどね。私も近くのお肉屋さんでね、最近自分のところの容器を持って入れてくれるところを発見したんで、そうするとそのお肉のトレイとかさ、お肉にこう直接触れてたラップとか洗って乾かして捨てるとかリサイクルに持っていくと結構大変でもあるじゃない、ああいう作業が全部なくなって何もやっぱりゴミが出ないっていうのすごい気持ちいい。それ面白いね。さっきの今思い出したけど、前ふみちゃんにその話を聞いた時に、他に立体もあるって言ってたよね。お醤油とかも。そうたまり日本製のたまり醤油とか、あと、それはオーガニックストアなんだけれども、でそれからオイルとか蜂蜜とかお酢とかそういうのも自分の容器も蜂蜜も自分の容器持って行って売ってもらえる、すごい良くない？いい。そうね。すごい気に入った。ちょっとなんか入れる作業も楽しそうだけどね。そうだね。私最近ね、その新しく買った野田ホールを持っていそとお豆腐屋さんに行ってみたわけよ。いいね。ご近所の。そう、ご近所の大好きな豆腐屋さんで行ったらね、普通にそれはいって言って入れてくれた。いいよね。お豆腐だってスーパーで買ったらいちいちプラスチックのパックに入ってるもんね。そうでね、そのまんま水切りして料理してでタッパー洗うだけじゃない、なんて気持ちいいんだろうって思っちゃった。思うよね。なんかその全てをそういう風にするのは難しいと思うんだけど、なんか1個でも2個でもご近所でそういうお店見つけられるとすごくいいよね。いいね。で一体このそう買い物したら何でもその包み紙捨ててみたいなのが癖になってるから、なんか別に何とも思ってなかったけど、わかるって分かったらすごく、こんなにこう気持ちが軽いもんなんだってちょっと。そう本当に気持ちいいよね。そう思うとね、買う側からしても、なるべくそういうようなものを家に持ち込みたくないっていう思いがすごく強くなっちゃって。なんかそれすごいいいサイクルだよね。そうね、そういうところで、なるべくその野菜もセルファンとかに入ってないところで買いたいなと思うし、そういうような持ってってそこに入れてくれるようなお店が見つかったらずっとそこで買うだろうなっていうふうにちょっと思う。お寿司屋さんのこともなんか言っててあれもいいなと思ったはるちゃん。そうね。握りとかを持って帰りたいんだけど、昔はね、なんかお客様の時とかだと思うんだけど、自分のお家のお皿をお寿司屋さんに持ってってでそれに握りを入れてもらってでそれを取りに行くっていうようなことをやってたよねってちょっと思って、2度行かなきゃいけないんだけど、でそのプロが持ってくれたその自分のお皿をポンと置くだけみたいな感
つもってね。いいよね。で、自分の好きなもちろんお皿を持っていけばいいよ。このテーブルセッティングでここに入るお皿って思ってそれを持っていけばいいわけだもんね。そうそう、人数このくらいだからこんな感じかなとか、なんかそういうのってすごく合理的だし、いいなって思って、でまあその前はね、そう焙煎の容器に入れてもらっちゃったんだけど、次回はちょっとトライしてみようかなと思って。いいですね。なんかね、こういうふうにいろいろ小さい工夫をそれぞれのお家でやってて、でなんか私たちがそういうふうにしてるだけだったらあんまり大きい影響ないのかなっていうふうに思うけど、やっぱりやらないと始まらないから、そういう、ね、消費者が変われば、大きい目で見ればね、消費者の行動が変わってくればメーカーの行動も変わってくると思うし、やっぱりここでちっちゃい努力を50年後100年後のためにやっていくってことだよね。だってその頃私たちは生きてないけど、その頃の人たちがなんか海でマリンスポーツなんて気持ち悪いなんていうような状況になっちゃったらね、それはそれで楽しいし、私たちね今バイキングとか、それから私は海が好きだからウィンドサーフィンとかやってすごくその自然の恩恵に預かってて幸せだけど、そういう自然を、次の世代にも取っておきたいっていうような気持ちがあるかな。本当に思いますね。それで結果として今生きてる私たちの家の中もプラスチックが減ることで綺麗になれば言うことないよね。本当ですね。それはもう、声を大にしてお勧めしたいし、私たちが考えついた工夫以外になんか、私こうやってるわって、これたくさんもっといいことやってらっしゃる方いらっしゃると思う。そういうのがあったらぜひシェアしていただきたい。そうですね、教えていただきたいですね。では、今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回は家の中で塗装をするということについて、その楽しさについてお話をしたいと思います。約2週間後の配信を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。